大丈夫。こんにちは。じゃあ、今日もよろしくお願いします。今日はね、5月31日で、YouTube はね、YouTube のライブ配信を毎月1回やるっていうのを、ちょっとマイルールじゃないけど、ちょっとやってみようと思って、10月ぐらいから多分始めたと思うんですけど、それの何回目になるのかな、もう何回目かになると思います。で前回の4月の時は10万人達成しましたっていうね、銀の盾を紹介させていただいた後、その後ライブ配信ができなかったので、5月もねちょっとお天気が心配で、ワークショップっていうことはちょっとできないかなと思ったんですけど、今日もね雨降ってて外ちょっと暗いんですけど、今回一番この家の中で明るい場所がリビング、ここねリビングのダイニングのところになるんですけど、ここになるので、今回はここで実演として紹介をさせていただこうと思っております。で、今日何をやるかっていうとですね、ちょっときっかけがあって、このライブをやろうって思ったんですけど、ロータリーカッターに関する質問が意外と過去、ここ数年でも多くって、で具体的にね皆さんがどういうことに悩んでるのかっていうのをアンケートをインスタの方でアンケートを取らせていただきました。でその時の皆さんの回答がものすごい多くって、何件来たんだろう、70件以上来てるのかな。でその中でもやっぱり同じような悩みを抱えている方とかがいらっしゃるので、じゃあ、どういうことに気をつければ解決するのかっていうのとか、あとは、私が普段使っている道具の紹介、あと、これを使うと失敗が防げるっていうところとかをですね、記事を変えながら、あと、実演をしながら紹介させていただこうと思っておりますので、これから皆様が、道具を選ぶ際の参考になれば、嬉しいなと思います。ちょっと待ってくださいね。これねカメラで撮っておこうと思ったのに、忘れておりました。ということで、今回はそういう紹介と、あと、で実はね動画を撮ってたんですよ、別に。で、多分撮ってるのが1時間ぐらい撮ってたんですけど、それの編集を昨日始めてたんですけど、これってなんかやっぱり一方通行になってないかなっていうのがちょっと懸念があって、でやっぱり実際に皆さんが困ってるところ、この部分っていうのをもうちょっと深く知りたいなと思ってライブすることにしました。なんかもっと曇るかなと思ったら、意外とこの時間でまだ明るく持ってるので、1時間ぐらいを予定してるんですけれども、レクチャーが終わったらおしゃべりな回になると思いますので、インスタの方は、カッティングマットの紹介が終わったら一旦は切らせていただいて、YouTube ライブの方で少しもしね早めに終わったらライブの方でアーカイブに残そうと思っていますので、どちらも楽しんでいただけたらと思います。休日ね、今日土曜日今日日曜日かな、今日土曜日ですね、土曜日なので、はい、ゆっくりご覧いただいて、明日もねお休みなのでゆっくり見ていただけたらと思います。それから、今回やる、ライブの方ももうちょっと見やすくなるように、私結構おしゃべりをやっぱりしてしまうので、その部分をカットして、再編集をして、もう一回メインのフィードの方に流れるように、この後編集もしようと思ってますので、よかったらどちらもね参考にしていただけたらと思います。それではね、はい、早速始めていきましょう。ものすごい量の質問が来ていて、で、どこからやろうかなっていうところなんですけれども、一通りねこのね道具を並べてみました。インスタの方全部映ってると思うんですけれども、大丈夫かしら。で質問をですね同時進行でできるだけ見ていきたいなと思っていますので、質問もインスタの方もね過去に戻ってコメント見ますので、どちらもやりやすい方でコメント残していただけたらと思います。はいはい、午前中にカッター苦戦してました。だってありがとうございます。はい、アングル的にはこのぐらいでいいかな。はい、で、まず最初にですねロータリーカッターの、道具、一番最初に必要なものを紹介します。まずでロータリーカッターは、今私が使っているもの4本あります。こんなに本当はいりません。1本でいいと思います。だけれども、4本ある理由は一応あります。で、
一番、これがねクロバーさんから出ている 45mm タイプのものと、これはね 28mm タイプだと思います。でこの2本を、今主に使っているものです。そして、こちらはオルファのカッターになります。オルファっていうとカッティングマットとかも販売されてるんですけれども、もともとカッターとかの会社ですね。ホビーショーとか行くと最近は出てないのかな、オルファのものがよく並んでるかなと思います。そういえば最近見ないですね。はい。で、これは何かというと、メーカーはございません。これは、もうだいぶね長いこと使ってるんですけど、最初に買ったのがこれで、次にこれで最後にこのクローバーのロータリーカッターってなったわけなんですけれども、これはねノーメーカーです。これノーメーカーで購入したのがね、楽天ショップの安藤ミシン紹介っていうか私が紹介するんですけれども、ミシンの押さえパーツとかをアウトレット商品とかで販売してるとこなんですよ。でそのお店って結構手芸用品を扱っていて、よく切れるハサミとかも販売されてて、これは何で購入したかっていうと、こっちを使っていた時にこういうねグリップタイプのものが欲しいなって思ったんですよ。なんだけどオルファのカッターってやっぱりちょっとお値段が高いのと、あと黄色じゃないですか、色が基本的に。なのでもうちょっとおしゃれなのっていうか、見栄えのいいもの使ってテンションの上がるものがいいなって思った時に、たまたまこのピンクのものが販売されてたので、購入をしました。これはね多分その当時で1000円ぐらいだったと思います。ただもう刃は何度も変えてるので、本体は古いんですけれども刃は新しい状態になっています。でどう使い分けているのかっていうと、これは基本的に今は革とかを切るようにしています。革とかあとラミネートとかをカットするようにしています。ハサミとかを例えば紙を切るハサミ、布を切るハサミ、革を切るハサミとかっていうふうに変えるのと同じように、このロータリーカッターも変えています。はい。ここまで皆さん通常ね手作り楽しまれる方はここまで揃えなくてもいいんですけれども、1本でももちろん大丈夫なんですけれども、私は物を入れ替えたりとかしながら使っているので、本当はこれね多分使わなくしようとしてこっちを買ったんだと思うんですよ。なんだけど刃を変えれば常に新品なので、もうだいぶね使って黄色くなっちゃってるけど結構気に入って使ってるものです。なのでこれは布は切らずラミネートとか革にしています。そしてこれは何にしてるかっていうと、同じようにですね革とか、ラミネートを切るのと同じように、これは私はよくキットを使ったり作ったりとかするように買ったんですけど、これはね接着切ると綿のものですね、綿のものをカットするようにこちらを用意しました。用意しましたっていうか買って、その後どんどん増えていったことでこの用途に変わりました。で、こちらがクロバーさんのロータリーカッターです。これは何で購入したかっていうと、生徒さんが使ってていいなって思ったから、単純にただそれだけなんですけど、あとやっぱり手芸メーカーでやっぱりクロバーさんやっぱり有名なので、私もやっぱり講師としてやっぱ使っておきたいなっていうのと、やっぱりいつまでも先生としてこう安いから使うっていうのはちょっとやめようかなっていう、ただそれだけの理由でクロバーさんを揃えたということになります。なんか使いやすそうとか便利そうって思って購入したっていうよりは単純にそういう理由です。あとはやっぱりちょっとおしゃれだし、道具がメーカーが揃ってるとなんとなくモチベーションが上がる、手作りのもう本当にそんな理由で揃えました。で、最初に、使うようになったのはこちらの小さいタイプなんですけれども、これは何であるかっていうと、本当は、写真で見た時にこのサイズだと思ったんですよ。そしてサイズをよく見なかったんですよ。オンラインショップとかで購入すると分かると思うんですけど、こうやって今実際にこうやって比較するとサイズが分かると思うけど、写真で販売されてる時ってこれだけがズームされてるからこの大きさにも見えちゃうんですよ。で間違えてこのちっちゃいタイプを購入したっていう感じです。でもね今になって思えばこの2つがあってよかったなっていうふうに思ってます。でロータリーカッターの選び方としては、何を作るかその用途によって変わります。このサイズどっちにしたらいいのかなっていうのは、
これはどっちかっていうと後で実演しますけれども、もうハンディサイズなので手の力をぐっと加えるっていうよりは、この手元でこうやってさーって切れる時に便利なものとして、この持つとねこんな感じなんですよ。手の中に収まっちゃうぐらいの大きさなので、こういう風な、用途で使える。なんかキルターさんとかね、小さい小物だけこうやって切りたいなとか、特に体重をかけずに手元で切るために、使うのがこのロータリーカッターがおすすめです。そして私が一番よく使うのはこのサイズです。見てわかると思うんですけれど、この3つとも刃のサイズは同じです。でメーカーが、違うんですけど、多分ねカッターの刃はね同じかな、多分同じように多分使ってたと思う。ちょっと覚えてないけど。でこれは何かっていうと、こうやってやった時の今これと比べると分かると思うんですけども、こんな風になるんですよ。これは、体重をかけるじゃないけど、なんだろう、重心をかけてカットしていく用のロータリーカッターっていう風に位置づけています。なので厚手のものをカットするとか、バッグとか作る時にね、洋服っていうよりは綿麻キャンバスとか、本当に厚手のものですね。あと帆布とか、そういうものをカットするようにこちらにしています。じゃあどっちを買ったらいいのかな、一つどっち揃えるんだったらっていう時は、私のおすすめはこっちの 45mm タイプになっています。はい。そう、YouTube の方からねご質問がありました。布地はハサミでしか切らないから、そうで私もねこのねロータリーカッターデビューしたのはやっぱキットを作るようになったからなんですよ。それがねもう何年前か忘れちゃった。名古屋のね大塚屋さんで国家さんのワークショップがあったことがあって、その時初めて多分キットをたくさん作ったんですよ。それこそものすごい量で。でその時に1個ずつハサミで切っていたら、ちょっとここもう腱鞘炎になっちゃって痛いしっていう時に使い始めたのがロータリーカッターなんですよね。あったら便利だなっていうので、そこから始まったんですけど、だから普段は全部ハサミで布目に沿ってカットするっていうのが私の基本でした。なのでロータリーカッター使うこと自体私は抵抗があったので、多分皆様のお気持ちはなんとなく理解できるかなっていうふうに、思ってます。はい、それではカッターの説明が終わったところで、カッターに合わせて使っていく定規の説明になります。で私が普段使っているのはこのよくね紹介していますし、オンライン講座でも紹介してるんですけれども、こちらの、クロバーさんの、これなんだっけ、毎回ね名前忘れちゃうんだけど、ちょっと暗くなってきた、毎回忘れちゃうんだけど、これ使ってます。この厚みがねあるタイプですね。これがね多分ね 2.5 ミリぐらい厚みがあるのかな。すごい暗くなってきた。3ミリぐらい厚みがありますね。はい、こういうのを使っています。そして一番最初私は何を使っていたかっていうと、これね私2年生の時に使っていた、自分のね名前が書いてあるの、この竹の裏に、2の2って書いてあるこの30センチの物差し定規を使ってました。最初に使ったのはこれとこれです。なので今回ねインスタの方でアンケートを取った時に、意外とねこのやっぱり竹で使ってる方多かったんですよ。で竹で使うとどういう風になるかっていうと、私が当時失敗していたのは、もうねこれボロボロになっちゃったんだけど、これね竹ごとカッターでカットしちゃうんですよね。スライスしちゃって、なんで見えるかな、普通に鉛筆で書いてたら分かんないんじゃないっていうぐらいのここのね削りができちゃって、どんどんダメになっていっちゃったんですよ。これはね、でも定規もダメになったけど、このロータリーカッターの刃もダメになっていきました。でも最初はねなんで切れなくなったのかが分からなかったので、その理由がこの物差しだったっていうことが分かんなかったんですけど、結構今回のアンケートで多かったので、この物差しはおすすめしない道具として紹介をしておきます。はい、なのでこうやって並んでますけれども、まずロータリーカッターに不向きなものとして竹の定規になります。
もちろんこれで上手にできる人もいます。だけどもしどうしても失敗して、しょうがないっていう方はもう竹の定規はやめましょう。はい。そしてですね、じゃあ、こういうね、定規高いんですよ。これもいくらしたかな、1000円以上したと思う。私がねこのね50センチの定規を最終的に購入したんですけど、これもね多分2000円ぐらいしたかな。高くて手が出ないんですよ。手芸店のねセールの時とかに購入したと思うんですけれども、もう本当に手芸道具ってこだわればこだわるほどどんどん高くなってどんどん増えていくけど、高くもなるし負担にもなるし、布以外に買うものがどんどん増えちゃうので、一番最後になっちゃうんですよ、どうしても道具選びって。なんかあるものでできるからいいなっていうところで止まっちゃうんですけど、これがね不思議とね道具を新しくするともっと早く買えばよかったっていう風になると思います。大体そんな感じですよね。はい。なんだけど私がねこの定規高くて買えなくって、じゃあ、この定規に、なるまでにじゃあ何を使ったかっていうとですね、やっぱりね100円ショップの定規なんですよ。このね100円ショップの定規、これも私がおすすめしている透明な定規になるんですけれども、これはね教室にも置いてるんですけど、30センチの定規と50センチのタイプの定規になります。ちょっと待ってね、なんか暗くなってきちゃったけど大丈夫かしら皆さん。よいしょ。ちょっと暗いかな、明かりつけた方がいいかな、大丈夫かな。ちょっとつけるとチラチラしちゃうんだよね。一瞬つけていいですか。どう、明るくなった。これでいきましょうか。ちょっとね暗くなってきちゃってね、もっとさっさとやればよかったんだけど。はい、ということになります。でもう一つ並べてるのはね、このちょっと幅広の、これもね最近買ったやつなんですけど、15センチ幅のもので大きく切りやすくなるので、これもちょっと使い分けで購入をしました。なんかこうやって購入して使っていくことで皆さんにどういう使い方ができるのかなっていう紹介もねできるから、こうか。はい。あとなんか結構海外の方の映像が流れてくること多くないですか。その時にねこの幅のものを見つけて、これ2種類あるんですけど2種類とも購入してます。もうなんか結局揃えちゃったって感じですね。道具はもう本当に増えて増殖中なんですけどね。はい。でさっき言ったこの100円ショップ、はい、これはねぜひおすすめですよ。私はだいたい手芸道具一番最初は100円ショップで探すことから始まりましたので、マスキングテープとかはね今たくさんあるけど、当時はねマステも売ってなかったんですよね。で売ってない頃ね紙のテープとかも売ってて、なんかいつになったらマステ出るんだろうって思ってた頃にはもうたくさん出ていましたけど、今手芸を始められる方はもう当たり前に並んでるものがいっぱいあると思うんですけど、私が始めた20年ぐらい前はねまた全然そんな種類なかったですから、見つけた時おおって思いながら揃えてましたね。でこれのいいところは、定規がねこう普通に鉛筆でこう書くものなんですけど、この反対側がフラットになってるんですよ。このフラットになってるところにちょっと見えるかな、なんかね鉄みたいなのが挟まっていて、でこれに合わせてこのロータリーカッターをこういう風に当てていくような感じになります。これもね後でもう一回やりますけれども、こんな風になっていきますので、ぜひ100円ショップでも見つけてみてください。はい。で、100円ショップでね見つけた最新のものといえばこちらの15センチの定規です。これもおすすめです。これね多分ねダイソーで見つけたんだと思う。これ去年か一昨年、もうちょっと前かな、だいぶ前かな。コロナ禍だったと思いますね。15センチので、そして透明で厚みがある。これはね厚みがあったとしても1.5か2ミリぐらいの厚みなんだけど、これもおすすめです。ぜひダイソー行ったら見つけてみてください。というところで定規はこの辺りになりますね。そしてウエイト、ウエイトもね
必要になるんですよ。ウエイトはなんで必要かっていうと、待ち針で留めてもいいんですけど、ロータリーカッターはこう紙を押さえながらとか定規を押さえながらこうやっていくものなので、その左手で定規を押さえて右手でロータリーカッターをやると布がどうしても動いてしまうので、その時によく使っているのが私はこのウエイトになります。これはね、洋服作家さんが販売されてるのを今はね販売してないんですけど、まとめて購入してて、生徒さんとかにもね販売をさせていただいたんですけども、これすごい便利でおすすめなんですけど、売ってるところがないっていうね、ちょっと残念な感じですけど、はい。で、小さいもので言うと、これはね小花のウエイトになります。なんか何色か揃えても可愛いかなと思って、私は好きなグリーンとこっちの白を揃えています。これすごい可愛いでしょ。ボタンの形になってる。なんかね、手芸はねやっぱり一人でやる時間が長いので、やっぱりちょっとお金出すのにこれ高いんですよ。高いけどやっぱり飾ってて、そのままね出しっぱなしで飾ってても可愛いっていう道具として選びましたので、こちらもおすすめです。はい、でウエイトはどちらかというと揃える道具の中では結構ランクとしては低い方ですね。なんでかっていうと、代わりになるものが家の中でたくさんあるからなんですよ。例えばパソコンとか重いですよね。パソコンを置いたりとか、今はあんま使うことないと思うけど、辞書とかね、あと昔だったらタウンページとか、ちょっと厚みのあるもの、雑誌とか布が動かないようにするものが代用があれば、ウエイトはあえて購入しなくても大丈夫という位置づけになります。はい、ではちょっとね長いけどね、最初にねこの説明をしないとね話がねつながっていかないので、もうちょっとお付き合いいただけたらと思います。はい、で、道具の説明が終わったら1回コメントの方をゆっくり見させていただきます。はい、そして、一番大事と言ってもいいかも、一番ではないか、一番か、カッターを買うときに必ず用意しなきゃいけないものがあります。それは何かっていうと、今、ここに置いてあるカッター台ですね。これがないと全てが台無しになってしまいます。なんでかっていうと、さっき物差しの定規で、説明したのと同じようにロータリーカッターって布を切るものなので、布以外のものを切ってしまうと、皆さん文房具とかでカッターってね使ったことあると思うんですけど、そういうカッターで切ってても刃がいっぱい切ってると刃がダメになるから、パキッて折って新しいものに変えていくと思うんですけど、それと同じようにこのロータリーカッターっていうのは、このぐるっと一周360度円になっているところが全て刃になってるので、一瞬でも違うものに乗ってしまうと刃がボロボロになってしまうんですよ。ミシンで言うと、ミシンで1回ガガガガガガってなる時あるじゃないですか。あの時って下糸のところに針が刺さっ、下のボビンのところに針が刺さった状態でこうガガガガってなってるので、その後使おうとすると、ミシンの針の刃先ちょっと触るとザラザラってなると思うんですよ。そうすると次にガーゼとか縫うとすぐ分かると思うんですけど、糸がね連れてっちゃうんですよね。それと同じようにこのロータリーカッターも一瞬でもなんか待ち針とかそういう定規の上に乗ったりするだけですぐダメになってしまいます。とはいえね、私も乗っかっちゃったりとかって失敗することもあるんですけど、それで使ったりとかもするけど、そうするとねだいたい途中で切れなくなる部分が出てきたりとかってしちゃうので、結構ねこの刃は大事に扱った方がいい部類に入ってきます。はい、で、それと同じようにこのカッティングマットですね、こういうね、これも並べてますけど、これはねダイソーだったかな、全部ダイソーで売ってたと思います。なんかおしゃれな色見つけたので、黒とかグレーとか、もともとはこうグリーンしかなかったけどね、なんか色を見つけたのでこちらにしたところなんですけれども、こういうのがないとすぐ刃がダメになってしまうので、必ず専用のカット台っていうのが必要になります。これはね、自宅で代用できるものはほぼないので、カッターを買ったら一緒に揃えるのをおすすめします。まずどんなもんかなって、
やってみる場合は100円ショップで1枚100円で売ってますので、110円だけど、ちょっとこういうのでやってみるといいと思いますけれども、このね100円ショップすごいありがたいですよね。ちっちゃいものとか切るのにも便利だし、私は使い分けをしていて、これはよく革小物を使う時にやるので、セットとしてはだいたいこれとこれがセットにして使うようにしています。はい、そしてですね、ロータリーカッターじゃなくて、カッティングマットもいろいろ種類がありますね。で、ついにね、使うようになりました。このね、気になってた、去年のね、ホビーショーで見た時から気になってたこの折りたたみの、カッティングマットがあります。これはね、クローバーさんから、お試しさせていただいたものなんですけれども、小さいサイズはどのぐらいのサイズかっていうと、これよりちょっと大きめのタイプで、ハンディで持ち歩きサイズになりますね。なので、こう半分にして使うこともできるから、これだったらこれとこれとセットがおすすめかなっていう、ちょっと小さいものを切るときとかに便利です。もちろん大きいものでもこれでもね使ってるぐらいなので、大きいものでも切れるんですけれども、持ち歩きに便利っていうものになります。で、同じようにですね、今回、これずっと欲しかったんですよ、去年から。で、ずっと欲しくって高いなとか思ってたんですけど、これ私が一番よく使うサイズは、普段はこのサイズですね。このサイズわかります？これはね、デスクマットと同じぐらいのサイズになるのかな。で、このサイズもね、なんだかんだとたくさんあって、私が一番最初に揃えたのがこれですね。これは裏面が水色になっています。これもね、楽天で購入したものなんですけれども、で最終的に、オルファのものに、変わって、オルファのものは裏面はブラックになっています。で、一番よく使ってるのはこの一番下に使っている A1 サイズといって、私は結構キットも作るし、洋服も作ったりして、あと大きな面積で使いたいので、一番大きなサイズですね。これ A2 サイズの、これの2倍のサイズになっています。これをよく使っています。で、クロバーさん、一番最後に仲間入りした道具なんですけど、これの良さっていうのは、今比べたこの普段使ってるこの A2 サイズの半分にすれば A2 サイズでも使えて、大きく広げれば普段使ってる大きいものにも使えるというところが、一番大きなメリットになってます。で、実際ね、もう使ってるんですけど、このね継ぎ目があるんですけど、継ぎ目ね、映像ではちょっと分かりにくいかもしれないんだけど、フラットにしてまっすぐね消えるわけではなく、やっぱり若干、なみなみが浮いて見えるような感じにはなっています。なんだけれども、カットした時は綺麗にカットができました。だからね、刃が当たってここでね引っかかるんじゃないかなっていう懸念があったんですけれども、そういうことはね特になかったです。ただ私は薄いものをカットしてないので何とも言えないんですけれども、そういうところがありました。で、クロバーさんが言うには、何がいいかっていうと、このなみなみしてるところ、このなみなみしてるところでこう2つ折りにしているので、この境目のところがこうガタンっていかないっていうふうにおっしゃってましたね。で、大体2つ折りっていうと半分にここまっすぐピーって切れ目が入っていることがあるんですけれども、そういうのだとこうちょっとガタンってなった時にそこだけで引っかかっちゃうんですよね。なんだけどこれはこう波打ってることでそういうふうにならないという構造になっているようです。はい、で、私実際にねこれ使ったけど特にガタンってなることもなかったからね、こうおすすめです。ただね、やっぱりねいい点があればデメリットもあるというところで、私が感じるデメリットを紹介しますね。これね、それにしますよね。これね、ちょっと黒羽さんに使ったら怒られちゃうかもしれないけど、私はね、このオルファ、これオルファとかこの安い楽天で買った安いマットなんだけど、これのいい点としては、表で例えば私は革とかは別で用意してますけど、1枚
買うとしたら使い分けができるんですよ。表で布をカットして裏面で例えばキルトをカットしたり革をカットしたりっていうことができます。こういう点ではやっぱり私はオルファの方がいいなっていうふうに思っていて、でじゃあ黒川さんどうなのかなってなると、これは小さいのでいくと表はカットできるけど裏にするとこういう状態になっているので裏の状態で使うことができないんですよ。もちろんこのつながっているところを避ければここで使うことはできると思うんですけれども、まっすぐ入っていない状態になっています。でこっちも同じです。これも裏面がこの状態になっています。これってね、あんまりネットショップでも私裏面見てないから皆さんちょっと知らないかもしれないと思って、これはちょっと紹介しておくべきと思いました。で裏面こんな風になってて、だから黒川さんね、もしね次新しく改良するんだったら裏面にも線入れてほしいです。これ届くといいなそう例えば裏面にも線が入ってればこの面だけで使ったりとかできるのに、やっぱり何もないのでちょっと使いにくさが、片面だけ線が入ってるだけでもいいかもしれないけど、なので革とかやられる方はそんなに線とかいらなくって、教室にもあるんですけど何の線も書いていないフラットなものもあるんですよ。なのでフラットなものでも大丈夫っていう方はこれでも全然 OK だと思います。はい、なんか私は個人で感じたところはこういうところですね。はい、そしてじゃあこのね3つのマットどう違うのかっていうところなんですけれども、私はねとにかく元がね、ケチって言ったら変かな、節約家なんですよ。もともと本当にすごい節約家で、布の端切れを紹介してるのも、ただ単に捨てられないからそれを形にしていくっていう、なんか私のただのもったいない貧乏症なところが今の原点になっているので、道具もね一通り結局さいいもの買ってるんだけど、ゼロからスタートしてるから100円ショップのものでも全部揃えるんですよ。でもだんだんね揃えていくうちにこう違うのかっていうのが分かっていくんですよ。やっぱりね高かろう安かろうっていう言葉があると思うんですけど、本当にねそういうことがあって、じゃあ、これね私もよくブログで紹介してるから、ブログでね購入されてる方多いと思う。で私も実際もう何年も使ってます。でマスクの時も、ずっとこちらを使ってました。で、なんかこれがね例えば、1枚いくらだったか忘れちゃったけど、このオルファの同じサイズのものを買おうとするとこれが2枚買えるようなぐらいの価格差が多分あったと思います。今は分かんないですよ、そういう当時のね。でもねやっぱりなんかこうやって私がさ出してたら、なんかちょっとあんまりおしゃれじゃないから、あんまりこっちの面で使うことなくてちょっとテンション下がる面なんですよね。なんで白い方を主に使うわけなんですけれども、何が違うかっていうとね、これわかるかな。なんかちょっとうねってる感じわかります？これ私いつも立てかけてるんですけど、全部立てかけてるんですよ。同じようにテーブルの横にね立てかけて収納するしかないので立てかけてる。ちょっとうねりが出てきてるのが分かりますか？あとこれもうね2枚目だと思う。2枚目2枚目かな。あとねこれ分かるかな、どうだろう、溝がものすごいできちゃってる。結構使ってる頻度がね皆さんと違うからかもしれないですけど、頻度が高いからねもしかしたら参考にならないかもしれないけど、ここのね溝のところに見える？もうケバケバってね布がもう入っちゃってて、特に使うこの黒い太い線、これをよく使うんですけれども、よく使うところはもう線のところに布が入り込んじゃって、こういうところとかも残っちゃってるんですよ。でこういう風になるとですね、何がいけないかっていうと、このロータリーカッターってこのカッターの幅って薄さすっごい薄いんですよね。それがその溝によってこう動いちゃうんですよ。こうやってしっかりどんなに
こんな風にして押さえてこうやってやろうとしても、もともとの溝が残ってることでその溝に引っ張られていっちゃうんですよね。こうやってずれていっちゃったり、どんなにこれは慣れていてもそういう現象が起こります。でカッターナイフって、何でも同じだろうって思うじゃないですか。で私も思ってたんですよ。そしたらね、全然違うの。このやっぱりね、優秀なのはこのオルファ、オルファはカッターの専門の会社だからかな。やっぱりそれに合わせてかなりやっぱり丈夫な板っていうの、このやつを作ってますね。でこの一番でっかいサイズももうすごい溝いっぱいあるんですけど、キットとかにいっぱいやってるから気に入りすぎて、もう一個新しいのを買ってあるのにいまだにまだこれを使ってるぐらい引っ張られることがなくて、溝がねできにくい、できるけどできにくいものになってます。なんか洋服とかは薄い1枚の生地でカットすることが多いと思うから、そんなにね溝とかはできないと思うけど、私は帆布とか厚手のものを力を込めてカットしていくので、どうしてもここに負荷がかかるんですよね。なのでこの溝の出来具合っていうのが全然違うなっていうのが私の印象でした。はい。だからね、ちょっと参考になればいいなと思って、こうマットの選び方、だから用途に合わせて選ばれるといいと思います。これももう分かるけどふにゃふにゃなんです。これは私の使い方だと思うけどね、なんかちょっとやっぱふにゃふにゃになっていく。で結局こうやって増えていくんだったら最初からこれを使えばいいじゃないのっていう感じになるんですよ、最終的に私みたいな人は。ミシンとかもさ、とりあえず安いものを買おうと思って29,800円のとか、全然安くないけど、とりあえず買ってどうするかって悩むよりは、最初からやっぱり本気でやるんだったらいいものを買った方が、もともと買ってたその29,800円っていうのがもったいなくなるぐらいになるので、なんかやっぱり私は優柔不断だからね、よりそういう風になっちゃうんだけど、なんか最初にいい決断ができると、やっぱり最初からいいお買い物ができるし、いいものができていくと思うので、私の今回紹介している動画が参考になればいいなと思います。はい、ということで、ひとまずは道具の紹介が終わりましたので、ちょっとコメントがあればなと思いながらコメントちょっと見ていこうと思いますね。はい。いっぱい入ってるね、コメント。いっぱいでもないか。物差し、インスタの、コメントから読んでいきます。物差しを使って生地をカットするときにずれるのが怖くないですか？私は使いこなせなくて、物差しは、ずれましたよ。だからやめました。クローバーさんも使っていましたが、両利きなのでオルファを使っています。あれ？オルファね、オルファじゃない、これクローバーさん両利きなんですよ。皆さんご存知じゃないかもしれない。私ね、リール動画にも紹介してます。これ、両利きなの知らないのか？ハロー、嬉しい。こんにちは、ありがとうございます。これだけかな？大丈夫かな？はい。もし質問があったら、質問入れてください。このクローバーさんね、両利きですよ。私ね、なんで気がついたかっていうと、刃を変えるときに、あれと思ったんだよ。使いにくいなと思って、でちょっと実演でやると、これね、刃外しますね。どうだったっけ？私、こんなのいきなりやって失敗したらちょっと大変だよね。ちょっと待って。これどっちだったっけ？これでやればいいのか。これで外す？あれちょっと待って。もしね、私失敗したらいけないんだけど、黒羽さんのはね、こっちか。両利きなんですよ。ちょっと待って。どうやって外すんだっけ？わかんなくなっちゃった。シレーヌさん、オルファのに5ミリがついていればいいのに。5ミリね、ここについてますけどね、ここの縁のところに5ミリがついてますよ。でも
全体にはないですね。でも全体にはない方が私はいいと思っていて、切るところ間違えやすくなっちゃうなと思って、まあなんか破線とかでもねあればいいですよね。これどうやって外すんだったんだっけ。ちょっと待って、これねライブ中にこういうことをしちゃうとさ、まあとにかく後でじゃあストーリー貼っておきます。両利きです。これは刃をつけるときにつけるね向きがあって、これのでそれを付け替えるだけで両利きになるんですよ。なのでぜひおすすめです。もちろんねオルファでも、オルファだったら別に刃の付け替えなしにねできると思うからね。でオルファもこういう形のものがあったと思うんですけど、こういうふうにちょっとグリップタイプのもの、私はこういうグリップタイプのものが欲しくてこれにしたけど、これもまあおすすめですね。これも両利きタイプかなになるんじゃないかなというふうに思います。はい。ちょっと失敗したらいけないからね。はい。こんにちは。うまく切れないと思っていたけど、定規に当たったりしていたかも。ね。まあ大体当たりますよ。私も当たるもん。はい。YouTube の方ね。カッター使いこなせなくて一度しか使っていません。オルファーのやら、プラスやら、大きさ様々たくさんあります。一番小さいのは消しゴムはんこ用です。クローバーのはグリーンのを持っています。あれ、グリーンとかあるんだね。クローバーから出る前のビッグメイスターの折りたたみ式を2枚で A0 サイズにして使ってます。折りたたみのところは同じ仕様です。床で裁断するので片付けられるのは便利です。そうそうそう。本当にそう思ってて、私もオルファーのこのでっかいやつ、片付ける場所がいつも片付けてもどうしても出っ張っちゃうからね、半分に折れるのはすごい。で、海外に行くとね、このタイプはありますよ、海外に行くと。でも持って帰れないからさ、もうしょうがないなと思って、いいなって思いながらあって、あと海外ね、ピンクとかあるんですよ、これの。なんかコペンハーゲンだったかな、多分見たと思う。コペンハーゲンとかベルギーの手芸屋さんとかでも見つけたよ。もうそれもね、何年前、2019年とかだから、もうだいぶ前からね、海外はあるんですよね。日本はやっぱりちょっと遅い感じはしますね。私もクローバーさんの使ってます。パッチワークの時使ってたので、もう傷だらけ、買い替えないといけませんね。オレファーのに5ミリがついてればいいな。今さっき読んだ。手前に回せば外れますよ。手前に、これを外すのかな。手前に回してるんだけどね、くるくるからこれさ、これやってさ、今度つけられなくなったら困るので、ちょっとやめときます。私本当に慌て者なんでちょっと待って、これでさ、これ強くしすぎると多分刃が回らなくなっちゃうよね、きっと。大丈夫か。はい。先生が100均製品からメーカーものまでいろいろと試して紹介してくださるから、私は初めから確かなものを購入できてますそうだねありがとうございます。昔はクローバーはグリーンしかなかったのですよ。年がバレる。そっか。クローバーっていうとね、グリーンだもんね。確かにね、いろんな色出てますよね。でも私もこれたまたま見つけたんですけど、これオルファーなんですけど、その時限定のもので花柄のもので揃えたんですけども、だいぶね黄ばんでるからね、なんかもういいかなと思いつつも、やっぱり使ってます。刃はもうだいぶ変えてるので、常にね、刃を変えれば常に新品状態ですよ。はい。じゃあ早速こんにちは。早速ね、ちょっとどういう風な力加減でやっていくのかっていうのを紹介していきますね。はい。じゃあね、クローバーさんでやってみようか、せっかくだから。両方使えればいいけど。急に明るくなったり暗くなったりしていますけれども、で今回ですね、生地を、シーチングのものと、あとは、リバティのタナローン薄手のものと、3つ用意をしました。こ
これぐらいじゃないかな、多分皆さんが力加減で苦労するものはっていうふうに思うんですけど、これはねちょっと何気に宣伝なんですけれども、クローバーさんとの第2弾のコラボ布ですね、はい、出来上がってまいりまして、先日ですね夜のインスタライブやらせていただいたんですけれども、その時に紹介をさせていただきました。夜のライブの方はメンバー様限定にしちゃってるのでアーカイブは残んないんですけれども、かなり、素敵な状態で届いております。もうなんかさ、いっぱい宣伝してるからもう販売されてるんじゃないかって誤解されそうなんですけれども、これはですね、もうちょっと先ですね、9月の発売になります。でももう明日から6月だから、そう思うともう3ヶ月したら6、7、8、あと3ヶ月したら発売になりますからね、楽しみにしててくださいね。これめっちゃいいですよ。なんか小物から大物まで全部良かった。せっかくなのでね、耳も紹介しちゃうと、耳もちょっとこだわったので、色がこういう風にね、色玉のところがこういう柄に変えてます。でこれね19世紀みたいな感じしたんだけど、これ多分18世紀だったような気がすると思って、なんかその辺曖昧なので、19世紀ってねあんまり古いイメージないけど、自分のね生まれ年だからね、まあいいかと思ってちょっと、やってます。はい。それではですね、実際にじゃあ、小さいものから紹介していきましょうか。小さいもの、この小さいものでどのぐらいの、手の圧って圧力をかけていくかっていうところですね。はい、そうそうそう、スワニーさんですよ、これ。スワニーさんから出ます。ネージュのコラボ布としてスワニーさんから発売される。スワニーさんだけど楽天ショップでも発売されます。このカレドスコープの時と同じようにですね、代理店様、販売代理店様いらっしゃると思いますので、ぜひそうそうそう、手芸店の社長さんとか見てないかな、これぜひ間違いなく人気の生地になると思って自信持って作りましたので、ぜひ全色揃えてください。よろしくお願いします。はい。素敵な色ばかりですよね。そうなんですよ。後で全部終わったらお披露目しますので、1メーターいくらになるかな、全額この間夜もおっしゃってましたね。私もねまだね1メーターいくらになるかっていう具体的な金額まだ聞いてないんですよね。ホームセンターで買った板やらカッター買いました。ホームセンターに住みたいくらいね。そうそうそう、これホームセンターに販売されてますね。私が楽天で購入した時もホームセンターでした、お店は。だいたい私は楽天で購入しちゃってるんですけど、ポイント貯めたいからすぐポイントを貯めたがる。はい、じゃあやりましょう。はい、じゃあねちょっとね動画用にね実は撮っていて、このリバティの記事とかでももうねカットしてるんだけど、編集始めてやっぱライブしようって思ってやってるので、もう一枚できちゃう。これビスチェって言ってドレスの型紙なんですよ。でこれ何であるかっていうと、まだねストーリーでしかお裾分けしてないんですけど、娘が結婚式を挙げた時にドレス作りをしていまして、その時に私はサテンの生地でドレスを作りました。カラードレスなんですけれども、作った時の、型紙になります。で実際これ、なんで折ってあるかっていうと、もともとのねサイズがこのぐらいだったの。これね月寄さん、月寄涼子さんの本からの型紙なんだけれども、それで1回作ったら娘にもうちょっと上げてほしいって言われて、実際にね試着してもらったらこんなに上がったんですよ。だからね6センチぐらいサイズがアップして、でスカートのウエストが見えるような感じのおしゃれな感じに仕上げましたね。なので実際のサイズでこれでちょっとやろうと思います。カットしたらあとは歯切れになっていっちゃうんですけど、で、ここで今待ち針止めてった方がいいのかな。ちょっと待ち針持ってきます。じゃあね、待ち針で1回止めます。だいたい皆さんはウエイトがまずないっていう前提で始めると、まず待ち針で止めていくと思います。これ大丈夫、見えていますか？大丈夫かな？はい、あんまり固定するとね、今度
スマホが落っこっちゃったりとかするから、今回はちょっと私が近づいていく方式でやろうと思います。こうなら大丈夫？見えるかな？ちょっといろんな道具がいろいろあるから。はい、じゃあせっかくなのでね、クローバーさんのカッティングマットでやっていきましょう。はい、でね、このねリバティもね、宣伝じゃないけど、これ知ってる人いたら私のだいぶコアなファンの方だと思います。これ知ってる方いらっしゃいます？いないよね。これね、ハンドハートっていう雑誌があったんですけど、それはねもうだいぶ前ね、キットが含まれているものなんですけど、その時の企画で私がキットの監修をしたことがあるんですよ。その時にリバティさんに作っていただいたこのオリジナルの柄の生地になります。この元々の柄は大きいんですけど、サイズを小さくしたりして、あと色とかをねちょっとずつ変えています。これが、実は私の一番最初のコラボ布になりました。そうで、もうねだからこれ店頭には売ってない生地なんですよね。はい、ね、まだちょっと残ってるからね、少し使っちゃいます。はい、インスタもね、もしご質問あったら皆さん残しておいてくださいね。はい、PR 隊長やりますよ。ありがとうございます。先生そっくりの可愛い娘さんでしたね。女の子がいるのが羨ましいです。ドレス可愛かったです。ありがとうございます。はい、ではまずこう置いて、向きはいいとして待ち針を刺すんですね。で、型紙に待ち針を刺すときは必ずっていうか、私がやって生徒さんに紹介しているのは、外側に向かって放射状に待ち針を留めるというやり方にしています。こうやって横に留めてももちろんねいいんですけど、なんか空気を抜くっていうイメージで留めてください。それからこう角のところとかはしっかり止まるように待ち針を必ず置くようにしています。あんまりね、なんか考えると手作りで楽しくなくなっちゃうから、あんまり細かいことは言わないようにしたいんですけど、教室ではね結構そういうふうに言っております。はい、じゃあ大体こんな感じで、あれ映ってる？この辺にした方がいいのかな？ YouTube ちょっと切れましたね。この辺で。はい、でこんな風にして待ち針を留めたところです。はい、そしたら定規を当てていくんですけど、私はねこの洋服の小物の時はこの定規大活躍でした。これダイソーの、さっき言った15センチの、定規で、この、ね、幅が1センチの線のところとここからここまでは、1.5 ミリになるんですよ。でビスチェの時は 1.5 ミリだったので、こんな感じに当ててロータリーカッターで当ててました。なんだけど気をつけなきゃいけないのは、ここ薄いんですよね。この厚みがないから。なので手の圧がかからないこの小さいハンドグリップのものでロータリーカッターで実際にカットしています。でこの時に加えるちょっと手の圧を見てほしいんですけど、実際に私が、きれいに切ろうとした時の手の圧はこんな感じです。音聞こえました？そうするときれいにカットされてるんですよ。これがちょっと手加減変えますね。これ今立ってやってるからね、座ってやるとよくわかると思うんだけど、はい、今これで切れてると思います？今切ったんですけど、これつながってますよ。ほら、皆さんこういう風になりません？こんな感じ。つながっちゃうの、薄くても。これは何が違うのかが今のでわかると思うんですけど、座って今ね立ってるけど、座ってやった時大体このぐらいの力加減になると思います。手の力だけでカットしていくのと、ここに力が加わるので、どうしてもね手の力が分散されちゃって、力が入らなくなっちゃうんですよ。入りにくくなっちゃうんですよ。なのでカットするときは必ず自分の重心をかけながらカットしていく。
でこのカッティングマットがちゃんとその重心を受け止めてくれるので、このカッティングマットを頼りに自分の重心をかけていくっていう風にやってみてください。そうするとどうなるかっていうと、定規は必ずこういう風に手で、ね、しっかりとこの端から端まで手で広げておいて、でちゃんと、斜めそう、ね、45度ぐらいでくーっとこうちっちゃいものでも重心をかけながらカットしていきます。カーブのところはしっかり定規を沿わせながら、透明な定規があるといいですよ。こんな感じで。で音もね聞いてくださいね。布が切れてるかなっていう音を聞きながらやるんですよ。ザクザクってハサミで切ってる時と同じような感じ。はい、これだとさっきと違って全部切れてます。これ伝わります？これでこうやって切れてない部分があったのと切れてる部分があったのは力の加減が違うっていうことなんですね。そしてもう一つありますよ。じゃあ切れてない部分、皆さんどういうふうに切りますか？これハサミで切れてなかったって、こうやって切ったりとかしますよね。こういう方法が一般的だと思います。だけどもうちょっと無理にやろうと思って同じところを何回もガリガリってやってないですか？そうするとね、布がねギザギザになってっちゃうんですよ。なので必ずカッターの切り方は一方向、こうやって切っていきますので、それを忘れないようにしてやってみてください。もうガジ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 っていうやり方は、絶対に NG です。はい、それからもう一つ最初に言うの忘れてた、このロータリーカッターのカットする方向ですね。たまに生徒さんでいらっしゃるんですけど、皆さんカッターっていうと上からピーってカットしていくと思うんですけれども、ロータリーカッターは下からになりますので、必ず下にグッと力を入れてグーっていう風に切っていきます。それだけそれはね忘れないようにしてくださいね。でこうやって定規を当てながら、カーブのところはもうこういうちっちゃい定規とか、あと透明な定規を必ず揃えると成功率が上がりますので、これはもう道具を揃えることをおすすめします。例えばね、縫い代付きのものとか使ってる場合もですね、定規のこの端をこの型紙の端に合わせるようにした方がいいですよ。例えばこれだったら紙を切らないようにこうやって少しずつ切っていくような感じ。こういうちっちゃいものを切るのに大きな定規を使うと必ず失敗しちゃうので、こうやってやれば紙を切ることなく、きれいにカットができます。だからね、これちっちゃいものに、例えばこの大きいもの、もちろんね使うことできますよね。力加減だけ気をつければ、こちらでも切ることができますけれども、手元が見やすいのは小さいものに対して小さいものを使えば手元が見やすくなりますので、道具としてはこちらを揃える方がいいなっていうのが私の、印象です。はい、ハンドハート買ってました。何年頃のキットですか？もう少し下がいいです。もう大丈夫かな？もう大丈夫かな？もうちょっと下がいいか大丈夫かな？はい。何年だっけ？結構ね、もう今廃刊になっちゃったけど、廃刊になる結構手前ぐらいかな、直前ぐらいだったと思います。多分文化出版とかに変わった頃だったかな。でもね、そうそうそう、生徒さんがね、ちょうどね、2016年から私は防具学園やってるんですけど、多分2016年だと思う。2016年、そうだね、2016年の秋から、防具をやってるんですけど、その多分2016年かもしれない。その時に生徒さんがね、そのハンドハートのワークショップの企画があって、その時来られたんですよ。だからもうだいぶ前ですね。もう9年ぐらい前になるか。はい。
もうだいぶ前でした。はい。懐かしいね、ハンドハート。キットがね、溜まってっちゃうやつですよね。フェリシモのね、企画みたいな、企画なのかな、わかんない。なんかそういう感じだったから。ロータリーカッターうまく使いこなせません。キティちゃんがいる記事ですか？キティちゃんいません。何でしょう、これ。そうなります。すごい、なるほどね。多分これはあれだね。切ってつながってた時ですね。こんにちは。私は耳が聞こえません。カッター慣れてないので、見ながらやり方を覚えたいです。口が見えないので、誰か通訳いますか？ YouTube の動画になったら字幕で見れますよ。ありがとうございます。そう。字幕もね、ついていますので、耳が、じゃあちょっとここで、はい。耳が聞こえない場合、YouTube で字幕がありますので、字幕のテロップをご覧ください。はい、ありがとうございます。はい、そう。教室にもね、耳が聞こえない方とかいらっしゃって、いつも更新術っていうんですかね、そういうのでやってるので、はい。じゃあこんな感じで待ち針で今止めた状態でやりました。でも、できればね、待ち針、これが固定されてるからいいのかな。ウエイトを使う時とかはこういう小さいものを使ってこんな感じにしてでやっていくじゃないですか。で待ち針もさっき言うの忘れちゃったけど、例えばなんで小さいのがいいかっていうと、ここに玉があるので、さっきのね大きい定規とかでやるとこの玉で定規が、当たり前だけど浮いちゃうんですよ。浮いてグラグラしてしまうので、そういうのを避けるためにこういう細いものを使うのがおすすめです。別にね、これはね、別に道具クロバーさんのじゃなきゃいけないとかそういうのはないですから、ただクロバーさんのね、多分この厚みのはなくて、もうちょっと薄いんじゃないかなと思って。で、薄いやつだとどうしても定規に刃がこうね乗っかってしまうので、それだけちょっと気をつけていただきたいです。なのでうまく切れない場合は、重心のかけ方になります。はい。ではね、これはそんなに力入れなくてもまだ切れますよね。じゃあ一番ね切りにくい、私がやっても、結構キット作る時に次の日腕が痛くなるっていう状態。メールサキャンバスの前にシーチングもあったか。じゃあシーチングでやっていきましょう。でシーチングはそうね、どうしようかな。シーチングもでもローンと一緒だからね、もう一回同じように切ってみましょうか。シーチングはじゃあシーチングはウェイトでやりましょう。この位置で大丈夫かな。シーチングはウェイトを使ってやっていきましょうか。はい。ウェイトがね、どのぐらい違うのかっていう、これでもう動かないですからね。必ず両端に置くような感じですね。ウェイトはね、安いものだと数百円で売ってますので、それもね、安藤ミシン商会さんで売ってますよ。私は全然ステマとかそういうんじゃないんですよ。ただ私がよく使うショップさんなんで紹介しているだけなんですけど、はい、これでこういうふうに置いて、じゃあさっきと同じようにやってみましょう。でシーチングはね、ローンの生地より薄くなりますので、さっきよりはもうちょっと力が必要になります。じゃあ力を加えない状態で、さっきみたいにじゃあ座ってやってみようか。座ってやると、じゃあどうなる？皆さん多分座ってやってますよね。カッター切るとき本当はね、座っちゃダメなんですよ。力入んないから。でこれで座って、じゃあルンルルンっつって、切りましょう。ちょっと知っても力入れちゃったから切れた。これは切れるね。じゃあこれでこれを回せばいいのか。そしてちょっと座ってやってみましょう。必ずね、そうおへそになるようにした方がいいですよ。ミシンと同じように自分が、こう刃をねまっすぐこうやってやるとまず切れなくなります。力の分散が悪くなる。じゃあこれで、もう一回ってこれもちょっと意外と切れちゃってるかも。私もう力の加減をちょっと弱くするっていうことがちょっとできない。じゃあこの辺で少し弱くしてみますね。これで持ち方はね、あれですよ、ステーキ切るときと同じナイフの切り方です。はい、こんな感じ。はい。んで、ちょっと
ってる風になっちゃったけど、まあ、全然力入れない状態でちょっと切ってます。多分ここつながっていくと思う。切れてる音はするけどね、つながってますよ。ほら、わかりますか？ちょっと一回これでいいか。こんな感じ。これでよくわかると思う。一番ちゃんと力を入れた部分と、これはもうこんな風につながっちゃって切れてない。でここを皆さんがやるときにこうやってギコ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 ってノコギリみたいにやっちゃってないですか？これやるとね、どうなるかっていうとね、布がギザギザになっちゃいますので、必ず一方向ね、さっき言ったように一方向にしてくださいね。はい。でどうしてもなかったらハサミで丁寧にカットするのがいいと思います。はい。そしてね、一番多かったのがね、こうやって当てた時にこの定規からカッターがこう離れていっちゃうっていう質問が多かったです。こうやってカットしてるのに、布もったいないけどね、なんとかします私。こうやってカットしてまっすぐカットしてるのに、どうなっていくんだろう。こうやってなっちゃうのかな。こうやってなるってことなのかな、わかんないけど、こんなに大げさではないと思うけど、どうしても離れていっちゃうっていう方いらっしゃいましたね。で物差しで使うとどうなるか。物差しでやった時も同じようにこうやってやるんですけど、結構ねずれんですよね。あとこの細いのだとこう手が安定しないの。これだけでわかると思うけど、これ切れてないけどね、この力加減では全然切れてない。とにかくこの力をたくさん入れなきゃいけないので、なんかそういうところが多分失敗点かなって思います。なので定規はね、手でしっかり押さえるので、その部分力が加わるもので厚みのあるものを用意しましょう。じゃあ面朝キャンバスね、やっていきましょう。ロータリーロールカッターの苦手感がなくなりそうですね。なくなるでしょう。そう、YouTube あるんですね。ありがとうございます。そう、YouTube あるんですよ。YouTube 過去の動画もですね、今家族に手伝ってもらって字幕を全部つけてるんですよ。ですごい再生が回っているものとか、2023年から音声にしてるので、それまでの動画は全部テロップにしてたんですけど、そのテロップも全部字幕をつけていますので、見えにくい文字のところとかも全て入りましたので、よかったら過去の動画もね、見比べていただけたらと思います。はい、そしたらね、面朝キャンバス、この面朝キャンバス切るのはまたちょっとくせ者なんですけど、これはね、1枚で切るんじゃなくて、もう1枚は、ね、今散々やりましたので、2枚重ねた時の状態で紹介していこうと思います。でこれはね、ちょっともったいないから実際に20センチのカットクロスを作るのを想定して20センチで切りますね。はい、メンバー様には先にオリジナルこのコラボ布を先にね、優先的に販売をしたいと思っていますので、キットを作る予定でおります。で先日ね、動画を撮ってた時はもうちょっとね、ちっちゃいカットクロスも作ったんですけど、全色欲しいかなと思って、でもちょっと大変そうだから、ひとまずは20センチのカットでいきます。じゃあこれ私本番なので、本番さながらにやらせていただきますね。どのぐらい力が入るのかを見といてほしいです。そして、もう一つ質問があったことにもお答えしたいと思います。ちょっとそしたらこっちでやるか。こっちの大きい方でやるか。これでやります。はい。じゃあ20センチでカットしていきますので、その時にこういうカット台の太い線を活用していきます。この太い線ですね。この太い線を活用して20センチの位置を決めたら、布の端をしっかりピタッと揃えていくんですね。で揃えていったら、
ウエイトを乗せます。これは実践なのでちょっとちゃんとしっかりと乗せていこうと思います。でウエイトは本当布が動かないようにするためのものなんですけれども、この後定規で当てていった手の置き方とか手の重心のかけ方もすごく大事になってきて、こんな感じで置いていくんですけど、こういう風になった時に布がこう、例えばこの辺を持ってた時って布がこっちにあるわ、あれかな、わかんないか。こうやってやった時にここから手でね押さえていくんですけど、そうなった時に布がこっちの押さえてないところはどうしてもこう布がずれやすくなりますよね。この辺とか、今これウエイトやってるからだけど、こうやって動くんですよ。だからこの動かなくなるように手の位置をずらしながらカットしていきます。でね、もう一つ質問があったんだけど、定規って一番長いもので50センチしかないじゃないですか。で、私はこの端から端まで切るのに、ここ開いちゃうのに、開いちゃう時にどういう風にするかっていうのを、質問があったんですけど、私は普段ね、ここのマスのところで一回ちょっと出しながら定規を合わせたら、もう一本の定規とか別に同じ種類じゃなくてもいいんですよ。これを合わせて反対側の目盛りのところに当てています。こんな風にこう交互になるようにして当てて、で揃えたら揃えたところで、あとはもう手の力でちゃんと圧を加えながらやるので、ここで一瞬外します。だからあとはもうずれないように緊張しながら切っていきます。で切る時の最初の手の力は結構しっかりと、ここ指ちょっと見える？こんな感じでしっかりと押さえて、ぐっとね、ぐっとちょっと静かに、私喋らないでやるので音聞いてもらえます？でこう定規をずらして反対側の目盛りのところに持っていきます。そして手の位置をずらして必ず最後まで手を添えていきます。じゃあそうすると、今切れてるかな、どうだろう、喋りながらだったからどうなってるかっていうと、はい、綺麗に、よかった、切れてて、まあこんな感じです。でどのぐらい力がいるのかって今見ててわかると思うんですけど、手痛くなりますよ。私結構力入れるので、もうこの指が痛くなります。だからね、指が痛くなったら私多分キットが作れなくなるんじゃないかなって思うんですけど、このぐらい力がいるんですね。じゃあ、さっきこれね、本当は失敗作作りたくないんだけど、手の加減を変えた状態でカットしましょうね。後できれいに切るという運転にして、じゃあ同じようにしてもう一回繰り返していこうと思います。でウエイトでしっかり動かないように止めます。で定規を置きます。でマスに合わせて定規を置いたら、反対側も揃えて、ここでピタッと合わせて、じゃあ合わせたらこれで一回外しますね。でさっきと違う手の加減でカットしていきますね。で最初はグッとじゃあ入れましょう。ここから手の力をあんまり入れないでカットしていく。あ、これ浮いちゃうのか。ちょっと途中で、これ多分切れてない。でこうずらして、切れてるような音はしてるけどね。でこういうふうにやっちゃダメですよ。はい、じゃあこれは切れてるでしょうか。これはね、つながってますよ。だいたい2枚重ねて切るってことはないと思うんですけど、こんな感じでもう最初から浮いて見えます？
全然切れてないの。全く同じ道具で切り方を変えただけでこんだけ差が出るのがこれでわかると思うんですけれども、だから何が大事かっていうと、道具もそうなんですけど、切る時の力の入れ方が、大事になってくると思います。そして、定規には動かさないっていうルールでやると皆さんきれいにカットできると思いますので、はい、そうすると2枚目のところはもう完全にカットされてないところとかありますよね。これをね、こうやって定規を当ててカッターでやるのは私はちょっとリスクがあってできないんだけど、ちょっと後で私はライブの後でやろうかなと思いますけど、こういうふうにやる場合どうしてもギザギザギコギコってなっちゃうので、それだけはやらないようにすると綺麗にカットされていくと思いますので、お試しいただけたらと思います。ちょっとねこれをされて、そうするとね今度1枚でカットする場合ですね、よく耳とかを切り落とすんですけど、宮崎キャンバスの方が多分ねバッグとか作る方は多いと思いますね。はい、で耳とかをね切り落としますよね。耳を切り落とす時も、1枚で2枚でやった時結構力がいりましたので、今度1枚でやるときは少しだけ力加減を減らしてカットすることができると思います。これも定規を当てて、ちょっと力加減を変えたところです。これでサクッと切れますよね。このぐらい、力加減の、入れ方が変わってきます。2枚の時は結構ギュッとやって、1枚の時は少し半減させたような感じ。じゃあこのちっちゃいタイプで切れないのかなっていうところでちょっと試してみようと思います。でこれもね20センチ角になりますからね、せっかくなので、カットします。あんまり私これでメンアサキャンバスを切ることがないのでちょっとドキドキするんですけど、これでカットしてみようと思います。じゃあこれはどうなのかな。これね刃が新しいからスイスイ切れちゃうわ。全然違う刃が、ほら綺麗にカットされた。全然今ね滑り度合いが全然違いました。あんまり使ってないので刃が新しいんですよね。なので切れ味が全然違いました。ちなみにこのクロバーさんとかも刃を変えた後は今ほど力を入れなくていいので、刃を変えればもうちょっと楽にカットできると思うんですけど、その分ね非常に切りやすくなるので手も怪我しやすくなるし、あとこの定規とか乗っかった時のダメージも強くなるので、刃を変えた直後は結構慎重にやられることをおすすめします。はい、じゃあ今日こんな感じですね。はい、はい、私座って切れません。私も座って切れません。だから何でもそうですよね。布切る時とかはこうハサミとか使う時も、立って切るようにした方がちゃんと力が分散されるので、座るとねどうしても重心が後ろに行ったりとか前に行ったりとかこう安定しなかったりするので、切る時は立って裁断されることをお勧めします。はい、ということでね20センチの角の、カットクロスが出来上がりました。20センチってね意外とねそんなにサイズ大きくないんですけどね、6月はね20センチのカットクロスをテーマに作品をね紹介していこうと思ってますので楽しみにしていてください。じゃあ最後、質問を見てインスタライブの方は終わりにしようと思います。はい、ありがとうございます。どこまでかな。立って切った方が綺麗ですね。勉強になります。以前はロータリーカッターがずれていたので怖かったです。ロールカッター恐怖症です。あらら、そうなのね。手芸部ってどうなりましたか。手芸部ね、前回のライブでも多分お話ししたと思うんですけど、ひとまず、私の
大イベントですね、娘の挙式があったので、明治手芸部の方は、ちょっと春の講座、ミルームの方の春の講座もお休みをさせていただいてたんですけれども、そろそろ始めようと思っております。なので、次の明治手芸部は私の目標としては9月を目指しておりますので、秋の小物として多分ねモリスの生地を使うんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、これからちょっとレシピの方を考えながら、進めていこうと思ってます。ちょっと前回まではねどうしてもその挙式に向けてそのドレスを作ったりとか、あとコラボ布のこのね生地が出来上がったら今度は手芸師の企画なので作品を作んなきゃいけないんですよね。なのでそういうのでちょっとバタバタして落ち着かなかったので、それが一通り今ね終わったところなので、落ち着いてちょっと考えながら明治手芸部の方ももう一回ね再開していこうと思っていますので、1年ぶりぐらいになりますかね。はい。やろうと思ってます。もしなんかこういうのやりたいっていうのがあればねコメントいただけると嬉しいなと思います。なんかリクエストとかがあると今回みたいにライブもできるので、なんかどうしてもね私目線の企画になってしまうので、明治手芸部もそうすると皆さんが本当にやりたいところに届かないと思うので、ぜひコメントとかDM よりはコメントの方がいいかな。 DM だとね私にダイレクトにしか届かないけど、コメントをもらえると今回のねこのインスタライブもアーカイブに残しますので、コメントをいただけるとこういうのがあったんだって他の方も気づくきっかけになると思うんですよ。なのでYouTube の方も、インスタの方もコメントを残していただいて、ぜひリクエストをいただけたら嬉しいです。はい、ということです。はい、ご質問の方は大丈夫そうでしょうか。アンケートの時からその日を待っていました。ロールカッターの使い方ありがとうございます。参考にさせていただきます。こちらこそありがとうございます。こんにちは。はじめまして。ロータリーカッターは何センチのものが使いやすいですか？最初にね説明しているんですけれども、私がおすすめするのはこの 45mm タイプなんだけど、例えば薄手のねサテンとかリバティばっかり着るっていう方は、こちらの小さい方もおすすめです。はい、絶対どっちも着れないわけではないので、まずそうね、多分こっちを最初に選ぶ方がいいのかな。でやっぱりちっちゃいのが良かったじゃんってなったらこっちに選ぶとかねいう風にされるといいと思います。アーカイブ残りますのでご質問ある方はそのあたりは、最初の動画の方をご覧いただくか、あと YouTube の方でも多分これは長くなると思うので目次をつけようと思ってますので、そちらの方アーカイブご覧ください。はい、はい、ありがとうございます。じゃあインスタライブの方は終わらせていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。この企画は YouTube でやりますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。そうだ、もう一つあった。そう、旅のねチャンネルを本格的に始めて、YouTube ねサブチャンネルでやってた明治の小部屋っていうのがあるんですけど、そっちをね完全に旅チャンネルの方に変えていこうっていうふうに思って今頑張ってますので、ぜひそちらも旅好きな方、ぜひそちらもご覧になってみてください。ありがとうございました。はい、じゃあインスタライブは終了します。はい、ありがとうございました。YouTube ライブの皆様、ありがとうございます。なんか100名の方がご覧になってくださってる。ありがとうございます。嬉しい。ごめんなさいね。ありがとうございます。PR 大賞やりますよって、シレンさん、ありがとうございます。夜も遅いのに。で、さっきもお話ししてたんですけど、もう一つあった。ね。よいしょ。ちょっとご相談があってですね、実はさっきもお話ししたようにこのねロータリーカッターに関する動画を撮っていたんですよ。で撮っていった時にこのちっちゃいサイズ、はがきサイズで全部ねカットしちゃったの。で最初ねこれでいいかなって思ったんだけど、これだと、何がいいかなっ
っていうのは5色セットにした方がなんかいいんじゃないかなと思って、全部このセットにしてカラーリネンを1枚足す、だから全部で6枚みたいな感じにしてもいいのかなってちょっと思っていて、どっちがこのね20センチのカットクロスとどっちがいいのかなってちょっと迷ったんですよね。でも実際にこうサイズにすると、これだと、ピンクッションとか、ポーチだったら、ちっちゃいものとかってなるんだけど、なんかこの後アーカイブとかご覧になられる方とかね、コメントでなんか意見があったら教えてくださいと思って、こっちも切りました。すごい楽しみにしててくださいね。いいでしょう、めちゃくちゃよくない？すごいかわいい生地。なんか今日はちょっと電気もついてるし、少し暗かったので残念だったんですけれども、そうだ、グッドボタンを押してくださいって皆さんに言うのを忘れてました、私。早速押してくださった方、ありがとうございます。なんか毎回煽ってグッドボタンをお願いしてるんですけど、ありがとうございます、本当に。なんかバタバタしましたけれども、なんとかね、無事ライブ終えることができてよかった。ありがとうございます。皆さん今日何やられてるんですか？お家にいるのかな？なんか今夜の動画はちょっと今回のカットの仕方を紹介して、であともう一つね、ショルダーを紹介しようと思っていて、ちょっと持ってきます。私ね、今月実はね、すごいたくさん作品を作っていたんですよ。何かっていうと、この5色分を全部作っていたので、すごい量の作品作りをしていて、結構ね忙しい日々でございました。無事ね提出終わったところで、昨日もレシピ提出してやっと終わったんだけど、まず掲載作品として大きなバッグ、見てわかると思うけど、ショルダーがね出てましたんで、ショルダーのバッグと、あとはラミネートのポーチを、紹介しています。そう大丈夫？映ってる？大丈夫かな？ラミネートのやつをポーチを作ったんですよ。なのでそれの5作品と、あとショルダーを5個で、これは掲載作品ではないからもう見せちゃおうと思ったんだけど、これは何かっていうと、裁断してた時にちょっとサイズ間違えて切っちゃって、そのショルダーの思い込みで8センチだと思って、で今回ねショルダー13センチで作ったんですけど、その時に何を間違えたのか、8センチで全部他のものカットしちゃったんですよ。でどうしようとか思って、なんか他にまたバッグ作るのももう大変だなと思った時に、このショルダーまだ紹介したことないなと思って、こういうなんかトモルノで作るこういう送り感付きのものですね。こういうのってなかったじゃないですか今まで。だからちょっと紹介してみたいなと思って、なので、作ってみました。これをね今日は、このライブの再編集をこれから今頑張って作って、明日公開しようかなっていうふうに思います。なのでこれもねすごく簡単に作れるんだけど、いろんな方法を紹介できるように何パターンか分けました。で、リール動画用にはね、私撮ってたかな、どうだったかな、なんか同じになっちゃうからリール動画は撮ってないかもしれないんだけど、何が違うのかっていうとね、この部分も変えたんですよ。ここの始末の部分で、リール動画で紹介してるやつはこの紫のやつだったと思うけど、このね、この端っこの部分、見た目は変わらないんだけど、見た目はね全然変わらないですよね。こっちはね縫い代を三つ折りにして包んでるんですね。でこっちはもともと縫い代が包まれた状態で2つ折りにして作ってるんですよ。なんかねそのぐらいちょっと違う作り方を紹介しています。あと絶賛ロータリーカッターで裁断しながら見てました。だってありがとうございます。いいね、なんかそういうなんかリアルにやれるのいいですよね。でもう一つどうしてもねこういう
今動画で職業用ミシンで紹介してるじゃないですか。で職業用ミシンってやっぱり家庭用ミシンより馬力があるから厚みのあるものをスイスイ縫えちゃうんですよ。でも私がもともと作ってた時は家庭用ミシンだったので、この厚みがあるものって針折れちゃったりとか、どんなに太くしても結構ガガガガってなったりとかしたんで、そういう時にどういう風に工夫してたかっていうのをちょっと思い出して、このまた違うレースをつけるタイプも紹介させていただく予定です。ていうか、編集を終えてるからね紹介するんだけど、なので何パターンか同じものなんだけれども何パターンか作り方を紹介しますので、よかったら作ってみてほしいなと思います。なんかこういうのが一つねあればね、お子様でもショルダー使えますし、で今回のこれのね生地幅がね全部でね113センチあるんですよ。それを端っこから端っこまで作ってやってますんで、背の高い方はこれをつけても、例えばこうアジャスターでこうやって動かしたとしても、せいぜい100とか110はないかなっていう感じ。縫い代とか入れるとね、なんか105とかになるかなとは思うんだけど、こういうのつけるとさ、お子様でもやれるし、例えばサコッシュとかでこうやってこんな風になんかこうやってさ、ここまでで使いたいバッグとかに欲しいものとかってあった時にこういう風にも使えるんですよ。でなんかこういう作り方を一つ覚えておくと何でも代用ができると思うので、ぜひ動画の方を参考にしていただけたら嬉しいなと思います。はい、なのでね、9月に紹介するレシピは結構たくさんありますよ。あともう一つあった。これは長さを延長する場合のやり方ですね。すごい単純で、ただつなげて縫うだけの話なんだけれども、でもつなげる時に例えばこういう色のあるものと合わせるとちょっとおしゃれになるので、同じ色で同じ布で合わせなければこういう風な仕上がりにもなりますので、その参考のために作りました。これね、何かってなんか昔さ、学校とか入るのにこういうなんか許可証みたいなやつ、なんだっけ、学校の入るのに許可証みたいなのでこういうストラップを昔作ったことがあったんですよ。でもそれって1回作るともう他に使い道がなかったから、なんかこういうのを1個作っとくといいんじゃないと思いました。で今回は2センチ幅で仕上がってますけど、例えば1センチの幅で作りたいっていう場合はこれをこれはね8センチでやると4分割して2センチなんだけど、これを1センチの幅でやりたい場合は例えば4センチで揃えるとか、私はねほとんど4センチではやらないんだけど、5センチの幅のもので作るとだいたい 1.25 になるんですよ、幅が。そうするとこのナスカンを1センチのタイプにやった時にぴったりで作るとね、これ2センチだからぴったりだから結構動くけど、1センチのものでやるとこのナスカンの部分がちょっとキュッと締まるんですよ、布によって。なのでちょっと太めに12ミリ太めに作ると、そういうことが叶うので、ぜひサイズを変えても作ってほしいなと思って動画を作りましたので、ぜひ週末の動画楽しみにしていただけると嬉しいです。これ可愛いでしょ。ぜひぜひ。なんかこの2センチの送り感をたくさんあって、なんかずっと使い道に困ってたからよかった。なんか間違えて買っちゃって、間違えて買ったのにまた間違えて買っちゃったんですよ。この送り感もね実はサイズがあって、これ幅が多分 1.5 なんですけど、ここの幅がね、これの2センチのものがあるんですけど、この2センチのものを買わなきゃいけないのに間違えて同じこの高さ15ミリのものを2回買っちゃったことがあって、それでねまだ余ってた。なんかネットで買うとさ、写真だと分かんないんですよね、判断するの。さっきのこのロータリーカッターじゃないけど、これ絶対私と同じように間違えた人いると思う。なんかだって写真でこうどうです、遠近で遠近じゃなくてなんだっけ、こうやってやるとさ同じサイズに見えません？これどう見えるでしょ？これがちっちゃい方なんだよまあどうでもいい話なんだけどちょっと見れないうちにインスタライブ終わってました。こちらで続き見ますねありがとうございます。ちょっとおしゃべりをしていました。
なんか久しぶりだからちょっとしゃべっちゃおうかなと思って、まあ、こっちはもうなんかライブも結局なんだろうね、ライブってさ、その YouTube のチャンネルのページにライブのページと、あと動画のフィードと、あとショート動画のフィードってあるんだけど、フィードに流れないんだよね、ライブって。だから再生もあんまりそんなにされないから、実際に今見てる方と、あとたまたま流れてきたのを見た方ぐらいしかないと思ったので、なんか再編集した方がやっぱりいいなと思って、前もそういう風にやってたんだけど、なんかその再編集が手間だから YouTube ライブに変えたのに、結局またライブね、再編集するっていうね、やり方になっちゃいますけど、はい、なんかそういうそんな感じで、なんか何個も何個も同じ動画が出ますけれども、好きな方で見ていただけたらと思います。だからこの辺はもうカットしちゃうからね、ライブの方で楽しんでいただけたらと思います。ライブ知ってる方が見れればいいなっていうふうに思ってますんで、はい。99分前にライブ配信ってなってるから、もうそろそろ100分になるんだ。だいぶ長いことやってますね。皆様最後までご視聴いただきましてありがとうございます。なんかね、十手芸部のリクエストとかね、あったらコメント残していただけたら嬉しいです。あと動画の方もぜひご覧ください。さっきもお話ししてたんですけど、旅動画の方で真面目にやり始めてるんで、ぜひ見ていただけると嬉しいです。で、サブチャンネルもね、最初雑誌の紹介とかね、こういう風に顔を出すのが嫌だったし、あと声をそのままリアルに出すのもすごく抵抗があったので、ネイジの小部屋っていうサブチャンネルであんまり人が見ないだろうっていうチャンネルを作って、そっちで公開をしてたんですけど、結局今ねこういう風に表に出るようになってきちゃったから、なんか向こうでそのサブチャンネルでやってたことをこっちでやってるから、サブチャンネルの運用方法が分かんなくなっちゃって、で旅動画を上げたりとかしてたんですよ。で特に宣伝もしないで自分の趣味のページとしてやってたんだけど、でもハンドメイドで旅チャンネルを上げるとどうしてもなんかね YouTube っていろいろ戦略じゃないけどいろいろあって、もうおすすめで表示される人ってハンドメイドはハンドメイドだけだったりとかするし、専門のチャンネルのハンドメイドチャンネルなのに旅動画上げると、その旅が好きな人もチャンネルに入ってくるんですよ。でそれはとってもありがたいことなんだけど、そんな日常的に旅に行く旅チューバーではないので、どうしてもその旅で入ってきた人がいるのに、あれこの人誰だっけみたいな風になっちゃうわけですよ。インスタとかフォローしてると分かると思うんですけど、だからもうそろそろちゃんと分けなきゃいけないなっていうふうには思っていたんだけれども、あんまり真面目にやっていなかったので、チャンネル登録者数はとっても増えていたんだけど、収益化が全然されていなくって、で収益化されてないと何がっていうと、やっぱりなんだろう、動画を作る励みにもならないし、なんかこれ誰が見てるのかなみたいな感じになって、ちょっとねやる気がダウンしちゃってたんですよね。なんかそれが結局そのチャンネル運営にも反映されるっていうか、もう目に見えて自分のこのもうポツンポツンとしか更新をしていなかったんですよね。そうだからね、そう思うともうちょっとちゃんとやりたいなと思って、で、今回このチャンネルが10万人になったというのを、区切りに、サブチャンネルの方をもう一回育てていこうと思って、で完全にそっちはねもうハンドメイドは紹介しないように今後はなるので、旅だけになるんですけど、もしその私のね旅の感じとか、あと準備してるところとか、防犯どういう風にしてるのかなとか、今後そういうのもどんどん上げていこうと思っているので、旅に興味がある方はぜひそちらも一緒にチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。あと嬉しいことにね、結構ね週2回の更新で頑張ってたんですよ。4月からめちゃくちゃハードだったんだけど、だからね10時半に上げることとかもあったんだよね。でこっちのハンドメイドと同時にやってたからかなりハードだったんだけど、それでもおかげさまで見てくださる方がすごく増えて、でそれこそ旅が好きな人が見てくださってるので、収益化がやっと叶いました。つい先日。そしたらちゃんと課金されてってるんで、もう報告はねついちゃうようになっちゃったんだけど、でもなんかすごい励みになると思って頑張ろうっていうふうに思ってます。で全然ね私はね結構数字が好きで分析も好きなんだけど、やっぱ収益のなり方とかがハンドメイドと全然違うんだよね。あと視聴時間とかも変わる。
で皆さん多分ハンドメイドはテレビで見る方もいらっしゃると思うけど、ほとんどがスマホを見ながらミシンをされると思うんだけど、旅チャンネルってテレビで見る方が多いんだよね。だからね、視聴時間が長いの。だから見てくれる時間が長ければ長いほどさ、収益が増えるわけですよ。これどうなっていくのかなと思ってちょっと楽しみでいっぱいなんですけどだからハンドメイドはちょっと収益公開とか、ちょっとそういうお金が見えるような部分は紹介はちょっと避けたいなっていうふうに思ってるんだけど、旅チャンネルの方は今後収益公開とかもしていけたらいいなと思ってて、YouTube でどのぐらい収益ができるのかっていうところが分かればいいなと思ってて、ただね、単価全く違うんですよ、ハンドメイドと、旅行のやつって。だからね、ハンドメイドはね、多分すごい低いと思う。1単価が0.02とか0.01とかすっごい低いんだけどね。あとGoogle 検索とかでも動画が検索されたりとかするから、ちょっとだけ見て見なくなるって人も増えるから、再生数は上がるけどその分単価は低いっていうことが多いんだけど、旅はね全然違うの。0.06とかそんなになったりとかするんでね、ちょっといずれ旅の資金になったらいいなっていうふうに思ってます。はい。ドレスの写真見たいです。ね、ドレスね、コミュニティの方、そうメンバー様には公開したんだよね。ドレスね、違う、今ね、何して、スマホ探してた。スマホで YouTube やってるから見せられない見せられないじゃないか。ちゃんと動画動画作ります。はい。動画を作ってドレスの制作過程とドレス着てるところとかも紹介しますので、お待ちいただけたらと思います。なんかみんなが忘れた頃に出すかもしれないしそう思ってますんで。そうあとね、そう旅はね、私ね、壮大なことを今考えていて、なんか夜のねライブでもお話ししたことあると思うんだけど、細木数子のさ大作会とかあるじゃないですか。で、私今ちょうど大作会中なんですよ。ちょうど今一番ひどい時になってて、だから今ね旅行とかするのは避けた方がいいっていう頃なんだけど、だからね今年はね旅行には行く予定はないんだけどね、実はね旅の動画見てる方わかると思うんだけど、世界一周行こうと思っていて、世界一周の計画を立てているところです。だからなんかそれがちゃんと決まったら動画にして旅のね動画の方に流していくので。でもね、世界一周っていうとすごい壮大なスケールって思うじゃないですか。でもね、世界一周っていうかね、地球一周みたいなイメージなんで、世界一周は1週間でもできちゃう感じなんですよね。飛んでいってこうぐるっと回って戻ってくるっていう感じなので、そのコースを今ねめっちゃ考えてるところで、それがねちょっと難しい。でやっぱり私ね、インドに行きたいんだよね。インドとかにも行きたいし、あとトルコも行きたいし、あとエジプトも行きたくって、だからあとメキシコも行きたくて、なんかそれ全部叶うかなっていうのを考えています。だからね、来年はね2ヶ月ぐらい旅するかもしれない。だから年中手芸部どころじゃなくなっちゃうね。だからちょっと計画的に行かないとなと思ってて、一応予定としてはね、来年の、4月5月3月4月5月ぐらいで計画を立てようと思ってるので、もう多分もうあと10日ぐらいでは必ず決まる予定です。なのでその発表も楽しみにしていてください。はい、じゃあそんなところです。ありがとうございます。なんか長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。こんな長いライブ見る人いるのかなこの後って思うんだけどね、ちょっとおしゃべり、ライブになりました。ありがとうございます。はい、じゃあそろそろ終わりにしようと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた、次回お会いしましょう。バイバーイ。